高市早苗や令和新選組のような詐欺師の連中は、消費税を下げれば物価が下がると言ってるでしょ。関係ないですから。飲み会苦手高市首相変化。自民党幹部らと会食、意思疎通を図るとか言って、最近高市さんが自民党の幹部との飲み食いが増えてきてます。それはそうやと思います。あんまりテレビ、新聞で話題になってないけども、文春の、あれ真面目にやってたら、やばいよ。こんなんね、大丈夫なんですかっていう相談を、政府にもうすでにね、1万件寄せられてた言うんですよ。1万件政府に相談寄せられてて、高市早苗が大丈夫大丈夫言うてて、で、ナフサはある言うてんねんで。何の宗教やねん、それ。消費税減税をするなと言ってるんではなくて、俺ほどの消費税減税論者はいないですし、とりわけ高市早苗に期待を寄せてしまうような田舎のクソ弱者であるとか、令和新選組を支持できてしまうような厚顔無知な愚か者に言っておきますが、山本太郎に新党を作る時の政策は消費税減税だけでやれって言うたんは俺です。承認もありますし、いますし。それはもうどうでもええんです。そんな話はどうでもええ。別に俺ドヤ顔言うてるわけではないですけども、そういう能力の低い田舎のクソ弱者というのは、菅野はだーとかって言いたがるから先に言うとくけど、俺は消費税減税せなあかん言うてるんです。ただ、今日ちょっと15分動画でも言うんですが、高市早苗さんが昨日消費税減税をゼロにする、消費税ゼロを公約にしてたんだけれども、ゼロはできないと。1% になるということでね、ニュースが、駆け巡ってるんで、今日はそれを取り上げざるを得ないんで、ちょっと冒頭消費税の話をしとこうと思うんですけど、僕ね、消費税を下げればね、物価が下がるというデマを流した連中は、万死に値すると思いますよ。いや、だってね、生活に苦しい人がたくさんいるのは当然なんです。みんな生活苦しいんですよ。で、どんどん生活が苦しくなってるんです。ほんで、租税負担率上がってるんです。租税負担率の中に社会保険料を入れてしまうと、江戸時代のお百姓さんよりも、今我々はむしり取られてるわけですよ。江戸時代やったら、町産とか一揆とか打ち壊しが起こってても仕方がないぐらいの租税負担率なんです。その中に 10% の消費税というのが結構なウエイトを占めているのは事実なんです。が、それは租税負担率の話であって、物価の話ではないわけです。これがね、消費税の欺瞞なんだけど、その消費税の逆累進性があるというところのゆえんなんだけども、その租税負担率で持っていかれる額面の給料の低い人であればあるほど、消費税がかける 0.1 で出てくる消費税の額面が自分の支出の中にね、占めるウエイトが広いから、あたかも物価が下がるかのような錯覚を抱くんだけれども、価格決定メカニズムと租税体系と租税負担率の話は全く別の話なんですよ。値段が決まって、これまで自分の給料で買えてたものが買えなくなるという物価の乱高下と、自分が税金でどれだけ払ってるかという議論は、同じお金のことを取り扱ってるけども、それはね、ハイジャンプと相撲ぐらい違う話なんですよ。両方とも同じスポーツコーナーで報道されてるからスポーツやから一緒やろみたいな乱暴な議論が成立しないように、全く別なの。ただね、高市早苗や令和新選組のような詐欺師の連中は、消費税を下げれば物価が下がると言ってるでしょ。関係ないですから。お風呂入って頭洗ってお腹いっぱいになる？そう関係ないでしょ。全く別の話なんですよ。で、むしろ消費税がなくなると、ひょっとしたら価格決定メカニズム論的に言うと、物価は下がらないとか変わらないとかではなくて、下手したら上がるかもわからない。なぜかというと、物価っていうのは物の値段でだけで決まりませんから。貨幣価値で決まりますから、半分は。貨幣価値が下がれば物の値段上がりますからね。貨幣価値が下がって、貨幣価値っていうのはあなた方が想像する貨幣価値っていうのは、ドルと円の相場の話をしてるかもわからない。ドルと円の相場だけではなくて、我が国の政府に対する信用、特に長期国債の利回りの話とか見ていると、価格の決定プロセスの中に占める、要は物の値段っていうのは、
需要供給のバランスでね、大学1年生の経済学の授業で習うみたいに需要曲線と供給曲線の合地点で物が決まるんですよ。で、供給が細まればね、価格は上がる。例えば今まさに起こってるのはそういうことです。イランとアメリカの戦争でホルムズ海峡に物が通らないから物が少なくなってるから値段が上がる。あるいは人口が増えて同じだけの量のものをこれまで10人で取ってたのを50人で取られなあかんようになったら物の値段が上がる。まあこうやって価格は決まりますけども、それともう一個違う次元でディメンションでみんなが決済の時に使っている通貨そのものの価値がどこまであるかというところ。要は、あなたの借金、クレジットにどれだけの信用があるんですかというポイントでも物の値段は変わるわけです。で、今我が国のクレジット下がってますから、タイドルに対して円が安くなってるとか、トルコの通貨よりもタイドルに対して弱いとか言うてます。そうではなくて、円そのものの価値が下がっているので、100円玉が、昨日までは100円で使えてたけど、商売人から見たら100円玉に対する信用度が90円分になってるからっていうと、90円の値打ちしか100円玉に商売人たちが見出さなくなるということが発生しても、価格は上昇するわけです。需給バランスで物事の値段が決まる。それから貨幣価値で物事の値段が変わるという違うディメンションで物の値段ってのは決まるんですけど、ここに税金のゼの字も出てこないんですよ。で、むしろどういうことになるかというと、もう例えば高市早苗とか山本太郎みたいな詐欺師が言うてるように消費税を下げればみんなの生活が楽になったとしよう。ということは楽になるということは物を買うってことでしょ。そうするとさっき言った需給グラフで言うと需要の曲線が右肩に上がるわけですよ。そうすると価格上がるんです。考えたらわかる。大学1年生の経済学習うんです。消費税下げたらみんな物を買えるようになるんでしょ。はい、その通りですね。じゃあどうなるんですか。物の値段は上がりますよねって話です。当たり前なんじゃん、そんなもん。それで使える金額で考えると量で考えたらいいんですよ。今まで生活が苦しいから3食のところ2食にしてた人が楽になったからやって3食食うようになったらやで。いや、それはあかんことですから3食食った方がええですけども、今まで生活が苦しいから3食を2食に切り詰めてた人がやで、一斉に3食食うようになったら、食べ物の値段上がるの決まってるやん、そんなもん。俺が言うてんのは消費税減税をするな言うてるんじゃないんです。消費税減税で物価が下がるなどという詐欺師ね、商店街の奥で布団売ってる詐欺師みたいなこと言うてね、田舎のおじいちゃんとかおばあちゃんとか頭の悪い弱い人を騙すなって言ってんの。それがものすごく精神的な腐臭を感じるの。悪質な詐欺です。僕が消費税を下げろと言ってるのはそういう意味ではないです。消費税が弱者に優しすぎて日本の資本主義を腐らせるからです。消費税で物価が下がると言うてる連中は、ハメルーンの笛吹き男です。最後殺してますよ。貧乏人と弱者を騙して、あたかも消費税を下げれば、物価が下がるかのような嘘をついて、みんな最後崖っぷちと死ぬしかないんですよ。それは死ぬ道なんです。ありえないですか、消費税を下げて物価が下がるなんてことは。ましてや今回の高市早苗の言ってるような消費税減税で物価対策なんてことはやりようがないから。だって違う道具なんだもん。高市早苗はお風呂入って頭洗ったらお腹がいっぱいになりますみたいなこと言うてんのよ。ほんでそれでそんなわけないやないかいと。違うやろと。だいたい晩ご飯も夜の7時台に食べるし、お風呂も夜の7時台に入るやろ。大枠で見たらそういうことやみたいな議論になってるのよ。いや、そういう議論なんですよ。高市とか令和新選組が言うてる議論というのは。いや、そんな、お風呂入って頭洗うとお腹いっぱいになるわけないやん。違うやん。菅野バカだな。よく考えろよ。お風呂もだいたい夜の7時台に入るだろう。ご飯を食べるのも夜の7時台だろう。じゃあ、大枠に見ると、お風呂入って頭洗うとお腹がいっぱいになるんだ。みたいなこと言うんです。いや、そうかもしれんけど、言うて。でもね、冷静に考えてみて。今ね、なんで物の値段上がってんの？この4年間物の物価高ってのは世界中の問題です。その 4年前の物価高っていうのをね、やり始めたのは、基本的には、ロシアによるウクライナ侵攻ですよ。
プーチン率いるロシアがね、大日本帝国、1920年代、1930年代の大日本帝国のように、隣のウクライナを攻め始めたわけです。でそれによって、ウクライナの、基本的にはウクライナの小麦、でそれから経済制裁を食らったロシアの、いわゆる、産業物資の輸出が止まって、供給が少なくなって、デマンド、欲しいという人の数が同じやのに、上げるという人の数が減ったんで、物の値段が上がったんです。4年前にね。で、そこから4年後、今度はパレスチナの戦争が始まって、イランの戦争が始まってということで、ホルムズ海峡が閉まって、欲しいと言うてる人の数は同じなのにもかかわらず、上げるという人の数が減ってしまったから、物の値段が上がってるんです。これが今の世界的な物価高の背景にある基本的なメカニズムの一つです。俺は the only one reason って言うてないよ。one of them ですよ。one of the reason ですよ。There are lots of reasons, but one of the biggest reason of this higher price は欲しいと言うてる人の数は変わってへんのにもかかわらず、上げると言ってる人の数が減ったから物の値段が上がってるんです。その構造の中で消費税下げて欲しいという人の数を増やしたらどうなりますか？何言ってるか分からへん？欲しいと言うてる人の数が変わってへんのに上げると言ってる人の数が下がったから物の値段が上がっているの時に消費税を下げて欲しいという人の数を増やしたらどうなりますかと言うてるんです。物の値段は上がるわな。ということは消費税を下げたら物価が下がる言うてるやつは詐欺師ですか？健常者ですか？どう考えても詐欺師なんですよ。だから俺は言うてんの。で、これぐらいの簡単な理屈はね、高卒程度の学力があれば普通にわかる話なんだけども、残念ながら世の中は半分は偏差値50以下なわけで、そういう弱者の人々をね、この還元を浪して騙してるというやつが、今権力の座にいるというのが、俺はどうしても許せないの。俺は消費税を下げるな言うてるんじゃない。俺は消費税なんか潰してしまえと言うてんの。俺の本心を言うと、単純な付加価値税にせえというのが俺の本心だけれども、消費税なんか、資本主義の敵やから潰してしまえというのがこの30年の俺の主張ですよ。消費税なんか、麻薬と一緒。こんなもんは、取る人間の手間のことしか考えてへん。最低の税制やって言い続けてます。言い続けてるけれども、俺は決して消費税が下がれば、物価が下がるなんてアホみたいなこと言うたことがない。で、しかしながら、物価対策としての消費税減税って一体何なんだよ。ありえないじゃないか。なんでそんな嘘をつくんだ。で、田舎の弱者はこう考えるんだよ。消費税が上がった時に物価が上がったから下げたら下がるんちゃうかって。当たり前やないか、お前。消費税が上げる時に物は上がるやないかい。その時になんでか言うたら欲しいって言うてる人の数が増えるからですよ。納税額を下げようと思う人たちが大量に購入に税率が上がる前に行くから需給バランスが崩れて物の値段が上がるんです。で、価格は下方硬直性があるから一回上がった値段は構造が変わっても値段上がりっぱなしなんです。お前そんなもん、お前大学のお前ゴールデンウィーク明けの1年生の時が習うてるやろ、お前。そんなもん。せやから高市早苗と山本太郎は本当に罪深い言うてる。こういう理屈で騙されるのって田舎の弱者でしょ？その田舎の弱者をね、ハメルーンの笛吹き男みたいにね、騙して地獄の淵に突き落とすようなことしちゃダメだよ。かわいそうよ、弱者の皆さんが。ハーメルンか。もうハメることばっかり考えてる。ハメる言うてるから。俺はでもその前ハーメルンかハメるかどうか分かり忘れないけど、俺いつでもハーメルンの笛吹き男とブレーメンの音楽隊が一緒になってしまって、ブレーメンの笛吹き男とか言うてしまうんです。ようこんなね、アホみたいなことにみんなで血眼になってんだって、これ恐ろしいことですよ。1たす1は2、2たす2は4、4たす4は8言うてるときに、1たす1で96言うてるアホの言うこと聞いてみんなほんまやな言うて、自民党の税調が法律考えてんねんで。何の宗教で、この感激を抜いてね、やっぱアホでしょ。チーム未来の人らもアホですからね、あれも年寄りばっかり騙してるのね、AI 使ったらええと思ってるのね。高市早苗とかね、山本太郎がね、田舎の弱者をね、消費税下げたら物価が下がるみたいなことを言うて騙してる詐欺師であればね、
チーム未来の連中が言うてんなんでしょ、給付付き定額控除やって言うてるんでしょ。まあ、どっちゃでもええねんけど、結局は何するか言ったら、租税負担率の改善せなあかんわけですよ。国が対ネーションに対して来た約束であると、イデコとニーサは課税できひんから、イデコとニーサは絶対非課税のまま置いとくけれども、それ以上の普通のトレードをやってる人だから、キャピタルゲイン、今 20% しか税金取ってないのよ。何が言いたかったかというと、考えなきゃいけないのはね、チーム未来みたいな詐欺師の連中とかね、山本太郎とか高市早苗みたいな逆方向の詐欺師の連中みたいなことで、みんな議論スコッと抜けてるのはね、租税負担率は下げなきゃいけないわけですよ。高すぎるんだから。社会保険料と租税、所得税と、一般市民で言えばね、所得税と社会保険料と消費税と試験民税合わせると高すぎるんです。額面の4割持っていかれるとか5割持っていかれるとかありえないんですよ。もうそれはもっと上の方行ったらね、7割、8割取ってもええと思うけども、そんなもん年収3000万もいかへんような貧乏タレがですよ。額面から40% も持っていかれてたまるかいよ。で、それは租税負担率を下げなきゃいけないわけです。で、額面収入のさっきの2桁億円のボーナス持ってる人とか3桁億円のボーナス持ってる人からごそっと持っていってもうてね、収入のティア1の人がどんどん金、税金で持っていかれて、で、貧乏人にそれを循環してするっていうのが修正資本主義の考え方なんで、そうしないと社会の安定が来ないでしょってのはその通りなんです。だから、ティア2から下の租税負担率を下げなきゃいけないというのはその通りなんだけど、その時に考えてあげなきゃいけないのはね、今、ざっくり言って、一般会計予算が200兆円なわけですよ。で、今こんなに長期金利が上がっててね、日本の信用がガタ落ちで、円安の背景にはいろんな理由があるけれども、財政赤字があるのは明らかですよ。破綻国家へ思われ始めてるんです。で、破綻国家と思われてるから、円は安くなるし、国債は買うてくれへんから金利は上がるってことになってるわけ。だから財政再現はしなきゃいけないの。別にプライマリーバランスがゼロになる、プライマリーバランスが取れてるということが正しいとは僕は言わないけれども、マーケットは我が国のことを破綻国家予備軍やと思ってるの。で、その破綻国家予備軍だと思われると、自分たちの金融政策をやったところで効かなくなっちゃうのね。で、ガバガバになるの。太平洋にごぼうみたいな状態になるの。全部菅野保みたいになんねん。もう全部入ってるかどうか分からへんなってまでガバガバになってもうて破綻国家になると。太平洋にごぼう状態ですよ。それはもう良くないから、キュッとせなあかんわけですよ。いや、わかります？だから破綻国家になるとどういうことか言うと、豊丸と菅野保みたいになるわけ。聞かへんのよ、何したかって。何したかって、もう逆立ちしようが、ひっくり返ろうが、全然聞かへんし、っていう話になんの。で、そやから破綻国家にすると、国家の自主運営というのはできなくなる。別に、財政なんか破綻してもええんですよ、別に。財政なんか破綻してもええねんけど、破綻した後、自主運営ができなくなるわけ。めんどくさいのよ。ね、だから破綻国家じゃない方がええわけですよ。別に財政なんか破綻したかって別に構えへん。別に人死ぬわけなし、それでね。ただめんどくさなるんですよ。金かかるんです。で、その金かかって人の手間かかるから、やめといた方がええよねという話なんで、なるべくならば財政は破綻しない方がいいです。財政は破綻しない方がいいけれども、いいからこそ頑張ろう言うてんねんから、一般会計予算が200兆円ぐらいやねんから、200兆円をティア1、ティア2、ティア3の中でどう稼ぐかということを考えなきゃいけないはずなんです。まず。そうなんです。結局ね、消費税を下げたら、あるいは消費税をなくしたら物価が下がるというのは嘘です。さっきからずっと言ってるようにお風呂入って頭洗ったらお腹がいっぱいになるぐらいの嘘ですよ。あり得るようにみんなは、お風呂入るのもだいたい夜の7時ぐらいで、晩ご飯食べるのも夜の7時ぐらいやから、だいたい夜の7時って見方をしてるとなるから、ほらお腹いっぱいになっただろうみたいな詭弁でみんな騙されてるんですよ。山本太郎の議論も基本そうです。高市さんがやってる議論も基本そうです。田舎のクソ弱者を騙すためだけにやってるやねんけど、どっちにしてもね、チーム未来にしても、嘘やねんけど、ペッテンやねんけど、どっちにしても、みんなさ、手法の話をしてるとさ、満足してるでしょ。で、しかも、で、さらに言うと、消費税を残さなければいけないと言うてる人たちも、税額確保という手法の話しかしてへんのよ。
少年の話してへんねん。俺の言うてる少年の話っていうのは具体的に言うと、別にプライマリーバランスをゼロにするバランスを取れるようにする必要はないけれども、プライマリーバランスを取ることが最終目的ではないけれども、なるべくならば一般会計予算イコール租税だと、租税収入だという状況の方がいいに決まってるんだから、それに近づけるためにはどうしましょうかという抜本的な議論がないわけですよ。もしね、消費税、IMF が日本に勧告そろそろします。財務省の犬になって、財務省が IMF っていう機関を使って言葉を返してきますからね。あれ、IMF、日経新聞とかに載る IMF の日本への勧告ってあれ財務省が言うてるからね、あれ。IMF が日本を見てて、そろそろ消費税上げろよ言うてんちゃうからね。財務省の役人が IMF にそう言うてくれって言うて、IMF が日本に言うてんねんからね、あれ。消費税を上げようという人らの議論もそうですよ。額面の消費税上がったところでね、消費税払われへんから、バタバタみんな死んでいってんの。納税主体である事業者が。いや、結局上げたところで税収上がらへんのよ。誰も納める人おらへんなんだよ。で、どんどん消費税滞納続いていくのよ。予定納税きついからみんな。で、みんな、八百屋のおっちゃんとか、地元の八百屋のおっちゃんとか、どんどん商売やめて、ガードマンでも紹介の話になるんですよ。無理なんです、そんなもん。でも上げたところで、租税も上がらないんですよ。税率上げたところで。だって払う人おらへんなんだもん。運用、オペレーション的には消費税の税率を上げれば上がるほど、払う人が払われへんようになってもうて、ふん詰まりになるんです。だから意味ないんですよ。だからちょっと抜本的な議論が必要なんですけど、そんな議論してるやつ誰もおらへん。まだアホみたいにね、消費税の分値段上がってんねんから消費税下げた方が。わかりました。100円のものに 10% の消費税上がったら110円になります。で、それ見て物の値段が上がった言うてはるんでしょ。わかりました。ほんだらそれで物の値段下がったとしましょう。10% の100円のものについてた 10% の税金外しましょう。買う人 10% 増えたら物の値段どれだけ上がんねん。物価対策としてやるいうことはそういうことです。で、物価対策という言葉を使う段階でもう詐欺なんですよ。生産量今の局面でどうやって上げれんねん。ナフサないのに。びっくりするで。まあ宗教みたいな政府やなと思う。これ見てみ。ナフサ高中小企業の経営を圧迫してる言うて。これ見てみこれ。国への相談1万件超えてるよね。国への相談1万件超えてんのにもかかわらずナフサはあります言うてたんや。どうやって生産量増やすんよ。で、てかね、もうその生産量増やしたら値段が変わらないはずでしょって言うてること段階で詐欺なんですよ。だって消費税下げても自動的に値段が下がらない。自分で言うてしもてるやん。生産量増やす必要がある言うて。生産量増やしたら物の値段は上がらないはずやと。その通りですよ。ってことは消費税のが上げ下げは物価とは関係ないってことをご自分で立証されましたよね。いや、それは今のナフサ高ということを、ナフサがないということを外して机上の空論だけで考えたところでね、100円のもんに 10% の税金がついてて110円、これ嘘なんですけど、アホにも分かりやすい話を聞くけど、100円のものに 10% の税金がついてて110円になってて、物の値段が上がっとう境に、この 10% 跳ねましょう言うて100円に戻ったら、買う人が 10% 超えたら値段元に戻りましたろ。それを防ぐためにはどうすんねん。生産量を増やしたらええねん。はい、わかりました。生産量を増やしたら物の値段下がりますね。ということで、それはあんた、遠曲して消費税という言葉を一回間に挟んで、物の値段は需給バランスで決まってるって言うてんねん。通分したら物の値段は需給バランスで決まってるって言うてんねん。消費税が介在する必要が関係ないねん、議論。で、消費税の減税をして、今回3兆円規模の補正予算するんですけど、その3兆円全部国債なんですよ。で、これを国債の発行することによってどういうことが起こるか言うたら、100円の価値が100円でなくなるんです、今の状況やったら。じゃあ別に国債発行して補正予算すな言うてんちゃうねんで。何が言いたいかというと、消費税を下げるだけのことをやるとね、大体これ、今 8% のものを 1% にするだけで、租税の中で、大体5兆円ぐらいの金がなくなるんですよ。その5兆円の財源を持ってこうへんかったら、消費税下げた以上に、円の価値が下がるから、物の値段は上がるよ、言うてんねん。俺は言うてんのは、消費税を下げるなとか、国債発行をするなとか言うてることではなくてね、
消費税を下げたら物の値段が下がるとかという嘘物語を言うな言うてんの。物の値段というのは2つで決まるんです。需給バランスと貨幣価値。で消費税を下げるとどういうことが起こるかというと、需給バランスが崩れるから、需要が増えるんだから、供給を上げない限り物の値段は上がるんです。で、このまま消費税を下げると、財源がないからその分を国債発行で賄わなきゃいけなくなるから、どんどん日本の財政の豊丸化が進んでいって、わかりやすい。これほんまわかりやすいわ。貨幣価値というのはどういうことかというと、俺のが豊丸の中に入ってる時の俺のウェイトですよ。めちゃめちゃわかりやすい、これ。俺の価値がね、豊丸にとっては低いわけですよ。でも、葉山玲子やったらそれなりの価値があるわけですよ。わかる？言うてること。こうかこうの違いです。ね、だから、俺のが一定です。俺のが一定。でも相手が豊丸の時と、葉山玲子の時ではインパクトが違うでしょ？で、消費税が下がると、どんどん葉山玲子が豊丸になるのよ。物の値段上がるんです。逆にわからん。どういう、要はその貨幣の供給量というのは、その締まり具合。俺もう52やねん、今年。いや、もう今が朝やとかね、そういうことを言う前にね、いや、俺もう52なんですよ。YouTube 出てペラペラとアホみたいに。どこで生き方を間違えたかな。52のおっさんが豊丸葉山玲子言うて、どっちが価値があるかとか、お前そんなもん自分で得て勝手な解釈したことをペラ52にもなって、もう俺かてな、どっちか言うたらお前冷たいうどん夫婦いう人生の方がええと思うわ。今日は旅先です。旅先なんで今日は神戸新聞から行きましょう。神戸新聞何かというとちょっといつもと違うんですけども、大きな話が出てきて今日の解説編と被るんですが、神戸というか兵庫県にお住まいの方で神戸新聞を購読されている方は、神戸新聞という新聞があってよかったなと思ってください。地方紙の底力というか、その日本の地方紙というものの良さが今日は出た紙面構成になってるんじゃないのかなと思います。神戸新聞の一面なんですけども、一面トップ、ごめんなさい。一面トップです。消費税減税 1% 案有力、レジ回収退職、早期実現へというタイトルなんですが、昨日、高市早苗さんが消費税 1% ゼロって言ってたけども、レジの回収が間に合わないので 1% でいくという意思を表明されたので、どこの新聞も、この全国紙も含めてね、消費税の話が大きく取り上げられていますが、この消費税に関して最も詳しく適切な記事を掲げていたのは神戸新聞でした。で、もちろん僕はそれを神戸新聞の人が取材したとは言いません。これ時事か共同の記事を、配信された記事を載っけてると思うんですが、なのでクレジットは神戸新聞に行くのではなくて、共同通信、時事通信に行くべきなのかもわかりませんが、整理をし、この配置でこの記事をこう載っけたのは神戸新聞の判断です。で、その整理と編集の巧みさという意味で、今日の神戸新聞の一面は出色でありました。これなんですが、消費税減税 1% 案有力という、レジ回収短縮早期実現。で、これいろんなことを言う人がいますが、システム開発をした人があると、肌感覚でわかると思いますけど、0も1も変わらんやろとか言う人、0と1は大違いです。税率が今 10%、8% ですから、例えば 10% だったら100円のものに 1.1 倍をかければ税込みの金額、100円のものに 1.08 をかけると税込みの金額っていうふうに考えがちですが、それは物を買う時の税金の感じ方の話であって、税額は掛け算ではなくて割り算で出るんです。レジはレジだけで閉じないんです。エンドユーザーさんに物を売るところだけでレジの情報が閉じるんであれば楽ですよ。でも、税額そのものは、税込み金額は確かにおっしゃるように、1.1 かけたり、1.08 かけたり出てくんねんけども、消費税額はなんぼやねんっていうのは、
割り算でしか出ないんですよ。内税やから。で、ゼロの割り算ってできないですから。で、レジは税込み金額だけ出しゃええだけの話なんで、掛け算の世界で終わるかもわからんけども、ポスレジいうのは後で会計の流れに入っていくわけですから、会計は本体価格と税金を別にして、納税預かり金として納税を積み上げていかながら、納税額をね。その積み上げていく納税額は、割り算で算出されたもんばっかりなんですよ。簡単に言うとね。で、これをゼロの割り算っていうのが発生してしまうから、無理なんですよ。もう1年でできる言うてるけど、よう1年でできる言うてるなと思ったもん。まあ、それは実装とコーディングそのものは2、3ヶ月でできると思うけども、テストで4、5ヶ月かかんちゃうんかな。で、ちょっとずつ誤差が生まれるので、掛け算で代用していくとすると、納税額から言うとちょっとずつ増加差が出てくるんで、1トランザクションの誤差は吸収できるかもわからんけど、それが数万トランザクションになったら誤差こんなんになりますからね。で、税率ゼロのことなんて多分考えんで実装した人なんていないと思うんですよ。それ企画書として上がってきた時に要件としてゼロ、税率、いや、そんな工数かかる開発やったら飛ばそうと思うと思うんでね。と思うんです。で、そこら辺の議論が一番詳しく解説されたのは、僕が今日見た日経、毎日、読売、産経、まあ産経新聞はアホしか読んでんからもちろん書いてないですけど、消費税下がって高市さんが言うてるから物価が安くなるよって、高市早苗と山本太郎みたいな、アホみたいなことしか言うてませんけども、産経新聞はまあアホの新聞紙なんで、まあさておき、日経、読売、朝日毎日と読んだ中で、そこら辺の話をきちんとやっているのは神戸新聞だけでした。で、さらに素晴らしいなと思ったのは、2面のこの記事です。きっちり僕が今日解説編で言い続けた話なんですけど、消費税下げても物価なんか下がるわけないやないかっていう話をきっちりしてます。要は高市さんはアホちゃう言うてる。下がるわけないんですよ。何言うてんねんって話です。なので、兵庫県にお住まいの方で神戸新聞をお読みの方は、神戸新聞読んどいてよかったなという日だと思います。これさえ読んでれば、いかに高市早苗がしょうもないこと言うてるかってことがわかります。その次、もし今日新聞をお買い求めになるんであれば、朝日新聞を買うことをお勧めいたします。何なのかと言いますと、これです。朝日の1面2面の特集やったんですが、ようやく日本のメディアも追いついたかなというところでございます。秩序を壊すトランプ外交の頭脳ということで、トランプのブレーンは一体誰なのかという話をしてて、朝日がようやく日本のメディアで一番最初に書きました。イスラエルのハゾニーと、それからクレアモント研究所というシンクタンクです。この2つがトランプのシンクタンクになっているよということです。2面のこの記事、素晴らしかったです。アメリカを飛び越えて、英米両国で、このハゾニーの、イスラエルのハゾニーっていう政治学者と、それから、クレアモント研究所のシンクタンクの影響にある政治家がこれだけいるということが、眼首写真でうまくやられてて、ファラージもその一人なんですよね。で、オルバンもその一人やったって言うてることなんで、この人脈なんだということなんです。だから JD バンスは、この時間でも何回か解説しましたけども、わざわざハンガリーまで行って、オルバンの応援をしてたということなんですね。で、なんで JD バンス、マルコ・ルビオ、ピーター・テール、ハンガリーのオルバン、イギリスのファラージ、死んだ方がマシみたいな連中ばっかりですけど、で、まあそいつらのスターがやっぱトランプやったんですが、トランプはジェニのことしか考えてへんから、トランプが最近離れ始めたんではないかというところまで、朝日は書いてます。この記事は素晴らしかったので、ぜひですね、お読みいただきたいと思います。朝日を買うた方がいいです。で、これはまあ世界の常識だったんで、俺の時間でもハンガリーの話とかちょいちょいしてたと思うんですけども、だから日本だけこれが報道されてなかったんで、ようやく朝日が報道してくれたということですね。という極右の流れというのがあるにもかかわらず、それを知らんと極右ぶってる高市さんなんですが、飲み会苦手高市首相変化。自民党幹部らと会食、意思疎通を図るとかって、最近高市さんが自民党の幹部との飲み食いが増えてきてます。そりゃそうやと思います。あんまりテレビ、新聞で話題になってないけども、文春の、多分今週も出るんちゃうんかな、続報。あれ、真面目にやってたら、
やばいよ。今、高市早苗が首の皮一枚繋がってんのは、国会が自民党衆議院で3分の2以上持ってしもてるからってだけの話であってね。高市早苗からすると、自民党が野党になりつつあるわけですよ。わかります？一丁文春の記事でもう、そんな声上がってるんですけど、こんなもん議員辞職もんやんけっていう声がもし自民党の中から上がってきたら高市早苗終わりですから。これでこれ、ネット上には絶対わからんと思うんですけど、高市早苗もね、戦々恐々としてると思いますよ。なんやったら高市早苗の勉強会あったでしょ？国力研究所やったっけ？麻生がなんか作ったやん。で、国力研究会か。で、国力研究会にね、あれね、30人しか集まらへんかった言うたらね、高市早苗の政治力になったんですよ。党内に30人の子飼いのやつが自分の研究会におるいうのは、それは絶大な権力を握るとこやったって逆に300人来たんでしょ？あれ、党やんもう。意味ないんですよ。あれ、昔左翼がやった手なんです。加入戦略いうやつです。加入して無効化するいうやつです。30人しかけえへんかった言うたら高市すげえって話になるんですよ。30人の兵隊作りよったって話やねんけど、300人ほぼ全員来てしもたら意味なくなってもうてるんです。でも、党内基盤がなさすぎるんで、コートでもしないと生きていけないということなんでしょう。意味ないでしょ。わかる俺の言うてること。わずか30人と300人で比べたら、ネトウヨとか田舎の弱者は高市さんすごいな300人集めた言うけど、考えたら30人の方が当て方に決まってるやんけ。それをほぼ全員参加したらそれ自民党やねんから。意味ないんですよ。かわいそうです。でね、ごめんで、さっき朝日を褒めといたんですが、ごめんで、問われる自民党の政治的中立性とか、うんぬんかんぬん言うて、例の自民党の過小問題を掘り下げてて、まあ、それは偉いんですが、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞等々が今騒いでるけども、お前らの罪は現場で騒がんかったことです。ネットで騒ぎになってから、あれおかしいって気づいてたでしょ。あんなもん日曜日にカメラを回しながらその場でこれおかしいって言うて小泉に話当てに行ってたら今頃高市政権潰れてたかもわからへん。お前らが現場で現行犯で犯罪行為を見てるのに豊田商事の会長殺人事件みたいに犯罪行為をそのままカメラに映してんねん。止めんかいお前らそこで。せめて聞かんかい。最後に、日経新聞のこの記事で終わりたいと思います。日経新聞です。ナフサ高中小経営を圧迫。調達力で大手に遅れ言うて、まあそりゃそうでしょうよ。でね、ちょっとナフサないんで困ってるんです。戦略物資うちの会社作ってるんですけど、こんなんね大丈夫なんですかっていう相談を政府にもうすでにね、1万件寄せられてた言うんですよ。1万件政府に相談寄せられてて、高市早苗が大丈夫大丈夫言うてて、で、ナフサはある言うてんねんで。何の宗教やねん、それ。ナフサ備蓄できないんですよ。ないもんはないんです。ないもんはないさかい工夫しましょうね、というしんどいことを口にするリーダーと、ないもんあるって言いくるめるリーダー、どっちがリーダーとふさわしいか考えたらええんです。そしてもっと考えなければいけないのは、ないもんをないと正直に言える人間と、ないもんをあると言いくるめようとする人間が、どっちが強いか考えたらええんです。高市早苗は弱いからナフサはあると言えてしまうんです。強い人間はちゃんとないって言えます。ないもんはないんやからないようにせなしゃないっていうのが強い人間です。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。